今日はカリカリポテトのチーズガレットを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はカリカリポテトのチーズガレットを作りたいと思います。はい、ということで今回はじゃがいもをたっぷり使ったカリカリで美味しいチーズガレットを作っていきたいと思います。材料はたったの5つでとても簡単に作れます。カリカリにするコツなどいろいろあるので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。じゃがいも、スライスベーコン、とろけるチーズ、オリーブオイル、黒胡椒。今回はこちらの材料で作っていきます。まず使うじゃがいもの品種ですが、今回はメークインを使っていきます。こちらはお好みで男爵芋を使っていただいても大丈夫なんですけれども、メークインは型崩れしにくいのでおすすめはメークインです。じゃがいものホクホク感を楽しみたい方は男爵芋を使ってみてください。そしてベーコンはこちらスライスベーコンですね。これを使っていきます。味付けに関しましては、とろけるチーズの塩分と、あとはベーコンの塩味を利用していきます。こちらお好みでカレーパウダーやガーリックパウダー、あとはチリパウダーなどを使っていただいても OK です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。では早速作っていきます。まずね、じゃがいもの皮を剥いていきます。で、皮付きの状態がお好みの場合は皮付きの状態で作っていただいても OK です。はい、OK です。この時ね、じゃがいもの芽がある場合はそちらは必ず取り除いてください。ではね、残りも同じように皮を剥いていきます。はい、じゃがいもの皮を剥きました。そうしましたらこちらのじゃがいもを薄くスライスしていきます。だいたい 3mm 幅ぐらいでスライスしていきましょう。この時ね、スライサーを使っていただいても OK です。ではスライスしていきます。はい、薄切りしました。このぐらいね、薄めに薄切りしてください。で、あとはですね、こちらを細切りしていきます。この時できるだけ細切りにしていただいた方がカリカリっとした仕上がりになります。では切っていきます。はい、 OK です。このぐらい細切りにしてください。それでは残りも同じように細切りしていきます。はい、細切りが終わりました。このようにね、できるだけ細めに切るようにしてください。で、通常ね、じゃがいもを使う時は水にさらすことが多いと思うんですけれども、今回の場合は水にさらさずに使っていきます。水にさらしてしまうとじゃがいも同士がね、まとまりにくくなってしまいますので、このまま使うようにしてください。続いてベーコンです。ベーコンもですね、じゃがいもに合わせて細切りしていきます。はい、ベーコンはこれで OK です。少しね、ばらつかせましょう。はい、こんな感じです。そうしましたらこちらのね、じゃがいもが入ったボウルの中にベーコンを入れます。はい、そしてここに黒胡椒、こちらはお好みで OK です。そしてこちらのとろけるチーズをですね、半分ほど加えます。そして残りの半分は取っておいてください。そしてこれを混ぜましょう。はい、このようによく混ざれば OK です。それではフライパンで焼いていきます。まずフライパンにオリーブオイルを入れましょう。そして火にかけます。で、オリーブオイルをね、まず30秒ほど温めてください。で、フライパン全体に広げましょう。オリーブオイルの量は少し多めにしていただくことでカリッとした仕上がりになります。30秒温めたら一度火を止めます。そしてこちらのじゃがいもをまず半分入れます。で、今回私が使っているフライパンは直径20センチのフライパンです。はい、このようにフライパン全体に広げてください。そしてこちら残しておいたチーズを真ん中に入れます。パラパラパラっとね。で、これでね、チーズの食感も2つ楽しめて、より美味しく召し上がっていただけると思います。そして残りのじゃがいもをのせます。チーズをサンドするイメージですね。そして全体に広げましょう。そしたらね、ヘラなどを使って少しね、形を整えます。ちょっとね、上から押さえつけて、で、だいたい形が整ったら火にかけます。で、火加減は弱火です。火にかけたらヘラで少し押さえつけましょう。はい、 OK です。で、このようにね、じゅわじゅわっと音がしてきたら蓋をして、で、このままですね、いい焼き色がつくまで弱火でじっくり焼いていきます。火加減はこのぐらいの弱火です。はい、今ね、弱火で7分経ちました。それでは一旦蓋を開けます。
今ねこんな感じで焼けてます。で周りにね少し焼き色が今ついてる状態です。そしたら一度ね焼き色をチェックしてください。あ、いい感じですね。いい感じの焼き色になったら裏返します。この時ねやけどしないように注意してください。では裏返します。よいしょ。こんな感じで美味しそうに焼けてます。で裏返したらもう一度ヘラでこうやってしっかりとね押し付けましょう。そして周りも少し形を整えます。はい、こんな感じでねとてもカリカリに仕上がってます。では片面もね同じように蓋をしていい焼き色がつくまで焼いていきます。片面はねだいたい3分ぐらいしたら一度チェックしてみてください。はい、今3分経ちました。そしたら一度蓋を開けます。そして焼き色をチェックしてください。あ、いいですね。でいい感じに焼けてたらもう一度ね上からしっかりと押してください。そうしましたら最後少し火加減を強くしてこのまま15秒ほど焼いてカリッと仕上げます。はい、 OK です。火を止めます。これで完成です。表面もねカリカリに仕上がってます。はい、これでカリカリポテトのチーズガレットの完成です。こんな感じに仕上がりました。じゃがいもがカリカリに仕上がってます。中はチーズが入ってトロトロに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。もうポテトがサクサクです。美味しい。そしてねベーコンとチーズもカリッとしててとても香ばしい仕上がりになってます。中のチーズもとろけてすごく濃厚です。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のカリカリポテトのチーズガレットのポイントです。まずじゃがいもなんですけれども、今回私はですねメークインを使いました。メークインを使っていただくとじゃがいもの歯ごたえを楽しむことができます。ホクホクした食感を楽しみたい場合は男爵芋を使っていただくといいかなと思います。そしてじゃがいもの切り方のポイントなんですけれども、できるだけ細切りにするようにしてください。そうすることでカリカリっとした仕上がりになりやすくなります。でこの切ったじゃがいもなんですけれども、通常ねじゃがいもを使うときは水にさらして使うことが多いかなと思うんですけれども、今回は水にさらさずに使うようにしてください。水にさらしてしまうとじゃがいもがまとまりにくくなってしまいます。なので切ったらねそのまま使うようにしてください。そして一緒に入れたベーコンなんですけれども、こちらもねじゃがいもと同様に細切りにしてください。そうすることでじゃがいもとよく馴染みます。そしてとろけるチーズなんですけれども、半分は生地に混ぜ込んで半分はじゃがいもでサンドして焼くようにしてください。そうすることで2つのチーズの食感を楽しむことができてとても濃厚で美味しいチーズガレットに仕上がります。そして焼く時のポイントです。焼く時はですねまずじゃがいもを半分敷いていただいて真ん中にチーズを乗せてさらにじゃがいもを上から乗せてください。そしてその後ヘラでね形を整えて上から押さえつけるように焼いてください。あとはですね蓋をしていい焼き色がつくまで弱火で蒸し焼きしてください。でこの焼き時間に関してなんですけれども、フライパンの大きさとかあとはフライパンの材質によってもね焼き時間が変わってくると思いますので、様子を見ながら焼いていただけたらと思います。ちなみに今回私は20センチのフライパンを使って作りました。そして焼き終わったら最後少しね火を強めてカリッと焼いてください。そうすることでよりカリカリっとした食感に仕上がります。で今回ねとてもシンプルな味付けにしたんですけれども、ここにちょい足しでカレーパウダーとかあとはガーリックパウダーとかチリパウダーとかねお好みで入れていただくのもいいかなと思います。材料が手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はカリカリポテトのチーズガレットを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。